こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして2024年12月の2日からスタートしましたマイナ保険証。こちらについて解説をしていきたいと思います。マイナ保険証の取り扱い。そして気になるのがマイナンバーに関する今後の取り扱い。これらを解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、マイナ保険証、日本の医療制度にかかるものになりますので、まずは日本の医療保険制度について見ていきたいと思います。そして今現状のマイナンバーについて見ていった上で、今回新しく運用がスタートしましたマイナ保険証の運用状況、そしてマイナ保険証をお持ちでない方が、申請をすることになるという資格確認書について見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、日本の医療保険制度について見ていきたいと思います。日本の医療保険制度については、国民皆保険制度というのを取っておりまして、誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けることができて、そして窓口での支払い額、自己負担額を低く抑えることができるというものを採用しております。従いまして、どなたもですね、何かしらの医療保険制度に加入をするという形になっております。では、どういう医療保険制度があって、誰が加入をするのかということですが、まずは75歳以上の高齢者については、一律に後期高齢者医療制度というのに加入をするという形になります。そして75歳未満の場合はですね、被用者保険と言われる医療保険制度、もしくは国民健康保険と言われる医療保険制度に加入をするということになります。まずは被用者保険とはどういったものなのか。こちらはですね、一般的にサラリーマンと言われる方が加入をするものになります。そして保険料は半額を事業主が負担をするという形になります。この被用者保険、さらに細かく分けますと、いわゆる協会憲法と言われるものと、健康保険組合、健保組合さん、この2つの種類になってきます。そしてこの被用者保険に入らない75歳未満の方については原則として国民健康保険に加入をするということで、75歳未満ですとか自営業者、被用者保険以外の方が加入をする。従いまして、いずれかの保険制度に加入をするということで、そして窓口での支払い額を低く抑えることができるという形になっております。被用者保険、国民健康保険に関しては、今現在は原則として自己負担割合が3割という形になっております。また、後期高齢者医療保険制度につきましては、過去の改正の経緯がある関係で、人によって1割負担から3割負担という形になっておりますが、一部を国が負担をしているという形になっております。そして、いずれかの保険制度に加入をして、医療保険を使って医療を受ける場合に保険証というのを提示をするという形になっております。今回ですね、この保険証自体がマイナンバーと一体化という形になっております。ではですね、このマイナンバーですけど、今現状どうなっているのかについてです。マイナンバーの現状。マイナンバーはですね、2016年から運用がスタート。導入当初ですね、かなり物議を醸したものではありますが、かなり政府のいろいろな推進策によってですね、今現状はマイナンバーカードの保有割合は約 75%。9450万人の人が保有をしているという形になっております。こちらは2024年10月末現在のデータという形。そして、いよいよスタートしましたマイナ保険証ですけれど、どのくらいの人がマイナ保険証登録をしているのかというと、9450万人のうち7747万人と言われておりまして、登録率は 82%。人口に占める割合でいくと約 62% ほどという形になっている。では、人口の 62% がマイナ保険証登録をしている中で、このマイナ保険証を利用している人はどのくらいいるのかと言いますと、12月の2日からもうスタートという直前の10月の状況では 15.67% といった形で、非常に利用率が伸び悩んでいるという状況です。
こちらについてですね、いろいろアンケート調査をしてみた結果ですけれど、このマイナ保険証についてメリットを感じないという方が多い。また、いろいろ問題がありましたけれど、情報漏洩の心配、そしてマイナンバーカードを持ち歩くことに対する不安、こういったものがありまして、マイナ保険証の利用率が伸び悩んでいるという状況です。一方ですね、医療機関側においてはもうほぼ9割以上の医療機関でマイナ保険証が利用できるという形で体制が整っているという状況ではあります。したがって今後ですね、このマイナ保険証の利用率をどんどん上げていかなければいけないという状況になってくるかと思います。ではですね、12月の2日からマイナ保険証の運用が始まりましたけど、その状況について見ていきます。このマイナ保険証運用によって12月2日以降、健康保険証は発行されなくなるという状況になっております。したがいましてですね、今持っている保険証につきましては、有効期限までの間、最長1年間利用できるという形になっております。最長1年間なんですけれど、加入をしている医療保険制度によって有効期限が違います。例えば国民健康保険ですとか、後期後継者医療につきましては、期限がですね、多くの場合7月末ですとか、8月末という形になりますので、実質1年ではないという形になってきます。また、これ以降ですね、医療保険制度変わったりだとか、新しく医療保険制度に加入をするというような場合で、マイナ保険証を持っていない人ですね、こういった方に関しましては、資格確認証というのを利用をしてくださいという形になっております。では、この資格確認書とはどういったものなのかですけれど、この資格確認書というのは、マイナ保険証を使わない場合の受診方法という形で、政府はですね、当分の間となっておりますけれど、マイナ保険証を保有をしていない人に関しては、健康保険証の有効期限内に資格確認書が無償で申請によらず送付されてくるという形になっております。この資格確認書ですけれど、保険者、いわゆる被用者保険なのか、国民健康保険なのか、後期高齢者医療なのかによって、その様式ですとか、発行形態が異なってきますので、ご自身が加入をしている医療保険の保険者に確認をしてほしいと思います。そしてこの確認書ですけれど、有効期限は5年以内となっているんですが、その有効期限は各保険者が設定をするという形になっておりますので、必ず一律5年間使えるというわけではない点にも注意をしてください。また、今、マイナ保険証を持っているという方もいらっしゃるかと思いますけれど、そういった方がですね、マイナンバーを紛失してしまった、もしくは更新をした場合などにつきましては、マイナ保険証使えなくなりますので、そういった場合は、資格確認証が必要になってくる。今現状ですね、マイナンバーカード再発行、もしくは更新等をした場合は、従来はおおむね1ヶ月かかっていたんですけれど、2024年12月から最短で5日で発行ができるような体制になってきているという状況です。少なくともですね、最低5日はかかりますので、その間、医療機関にかかるという場合には、資格確認証の交付申請書ですね、こちらを書いていただいて提出して、確認証を発行してもらうという形になります。このような形でですね、マイナ保険証を持っている人、持っていない人、いずれもですね、医療保険の治療が受け入れるような形で体制が整っているという形になっておりますけれど、それではこのマイナンバーカード、今後の取り扱いについて見ていきたいと思いますけれど、このマイナンバーカードの今後ですね、もうかなりメディアでも取り上げられておりますけれど、その次はマイナ免許証という形になっております。こちらはマイナ保険証と違って取得もしくは切り替えは任意という形になっておりますが、2025年3月24日から運用がスタートするという形になっております。そしてマイナ保険証使わない理由でメリットを感じない等の理由がありましたけれど、このマイナ免許証につきましては、更新の手数料が安くなる。例えば今現状2850円なのが2100円。また新規で取得する場合などにおいては2350円なのが1550円になるといった形でメリットを設けている。また更新の際の運転講習についてもマイナ免許証を持っている方はオンラインで受講が可能という形になっています。
ただですね、一方デメリットというのもありまして、マイナ免許証ですけれど、やはり更新が必要になってきて、写真撮影ですとか、視力検査がありますので、結局はですね、何かしら出向いて手続きをする必要があるという形になる。またですね、マイナ免許証について有効期限が懸命に印刷されないので、いつまで有効なのかというのがわからない。そういった場合は更新前に送られてくるハガキですとか、今現在開発中ということですけれど、アプリを利用して有効期限を確認をしてほしいという形になっております。そして、もうすでに法改正は済んでおりますけれど、在留カードについてもマイナンバーカードとの一体化という形になっておりまして、法改正から2年以内に交付するという形になっております。こちらはですね、特定在留カードという名称になっておりますが、こちらも一体化については任意という形ですが、まだ詳細が出てきていないという状況になっております。そして最後に注意点とまとめですけれど、マイナ保険証、やはり少し嫌だなという方もいらっしゃるかと思います。そういった方につきましては、10月の28日からですね、利用登録解除というのを受け付けております。こちらはですね、オンラインでやっているところもあるんですけれど、原則として書面での解除という形になります。10月28日からスタートして2週間ほどで約800件ほど解除があったというふうに聞いております。またですね、マイナ保険証のスタートに伴いまして、各種社会保険関係の手続きですね、従来提出していた資格取得書ですとか、被扶養移動届で、こちらについても書式が変わっております。同時に電子申請も変わっておりますが、ソフトウェア等を使って API 連携をしている場合はですね、システム会社さんの方の回収がまだ追いついていないと思います。給与式で適用欄を使っていただくという形になります。まずですね、マイナ保険証スタートしましたので、ご自身の情報が正しく登録されているか、マイナポータルで確認できますので、マイナポータルで確認をしてみてください。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。